こんにちは、アリアです。今、私たちの生活は、スマートフォンやインターネットなしでは考えられないほど IT 技術に支えられています。Google や Apple、Amazon、そして Facebook や Microsoft といった巨大企業、いわゆる GAFAM が築いた世界は、まるで人類の意識そのものをつなぎ合わせるように広がっています。けれども、その驚異的なテクノロジーの進化の裏には、実は地球のバリア解除やロズウェル事件と呼ばれる出来事が深く関わっているかもしれないのです。今日は長い間地球で繰り返されてきた輪廻転生の仕組みと地球を取り囲んでいたバリア、そしてその変化を象徴するロズウェル事件、さらに IT 革命と GAFAM の台頭に至るまでの流れをお話ししていきます。後半では私が思った感想などもお話ししていますので、よかったら最後までお付き合いください。私たちの魂は地球で何度も生まれ変わりを繰り返してきました。その背景には地球を取り巻くバリアと呼ばれる仕組みがあったと言われています。バリアは魂の自由な移動を制限し、地球に再び引き寄せる働きをしていました。そのため、多くの魂は同じ地球で課題を経験し続けることになったのです。このバリアは制限であると同時に学びのための装置でもありました。逃げ場をなくし、魂に徹底的な成長を促すための仕組みだったのです。地球は魂の学校と呼ばれ、愛と恐れ、光と影の両極を体験する場所として特別な役割を持っていました。しかし、やがてこの仕組みは、魂を閉じ込める、牢獄のようにもなりました。同じ課題を繰り返し、苦しみから抜け出せない状態に陥る魂も多かったのです。本来、魂は宇宙を自由に旅し、様々な星で学ぶ存在です。けれども、バリアのために、地球は長い間、外部との交流が制限された、隔離された学びの場となっていました。では、なぜそのバリアが解除に向かっているのでしょうか。それは、地球そのものが次元上昇のプロセスに入り、人類の集合意識が大きく変化し始めたからだと考えられています。波動が上昇し、魂の進路を限定していた制約が不要になったのです。この流れを理解する上で、重要なのが、1947年に起きたロズウェル事件です。ニューメキシコ州で未確認飛行物体が墜落したとされるこの出来事は、当時は気球と説明されましたが、その背後には宇宙存在との接触があったと語る人もいます。この事件をきっかけに地球に外部からの関心が集まり、UFO や異星人という言葉が一般に広まっていきました。ロズウェル事件とは、アメリカ・ニューメキシコ州のロズウェル近郊で起きた出来事です。1947年7月、牧場主が奇妙な破片を発見しました。軍が回収に乗り出し、最初は空飛ぶ円盤を回収したと報道されましたが、その後すぐに気象観測用の気球だったと訂正されました。しかし、この公式発表は多くの人に不信感を抱かせました。なぜなら、現場で目撃された残骸や証言が、ただの気球とは思えないものだったからです。金属のように見えるのに軽く、折れたり燃えたりしない、特殊な素材。人間とは異なる、小柄な存在の遺体を見たとする証言。これらの話は、当時の住民や関係者から繰り返し語られてきました。さらに事件後、アメリカ軍は、極秘に残骸を研究していたという説があります。ここから生まれたのが、リバースエンジニアリング説です。つまり、回収した宇宙船のテクノロジーを研究し、それを地球の技術開発に応用したという考え方です。事実、1947年以降、技術の進歩は急激に加速しました。1950年代には、レーザー技術が誕生し、通信や医療、軍事に応用されていきました。
1960年代には集積回路が実用化され、コンピュータは巨大な機械から小型化へと進みました。やがて、インターネットの原型となるアーパネットが生まれ、世界をつなぐ基盤が整ったのです。これらの技術の飛躍的な進歩は、ロズウェル事件で回収された宇宙船の残骸から得られた知識と関係しているのではないかと考える人もいます。もしそうなら、人類の IT 文明の発展は、地球のバリアが緩み、宇宙的な知識が流入した結果とも言えるでしょう。その後、1990年代に入り、インターネットが一般に普及し、21世紀には GAFAM と呼ばれる巨大 IT 企業が台頭しました。Google は世界中の情報を瞬時に検索できるようにし、人類の知識を地球規模で共有する役割を果たしました。Apple はテクノロジーを日常に組み込み、手のひらの中で宇宙規模の情報とつながることを可能にしました。Amazon は物流と EC を通じて人類の物質的なやり取りを変え、Facebook は人々の意識をネットワーク化しました。そして、マイクロソフトはソフトウェアとクラウドを基盤に社会全体の構造を支える存在となっています。これらすべては、ロズウェル以降に加速した技術革命の上に成り立っています。もし、あの事件がなければ、今の私たちの生活は全く違う姿だったかもしれません。スピリチュアルな視点から見れば、ロズウェル事件は地球の隔離状態に亀裂が入った瞬間でした。外部からの介入が始まり、バリア解除への流れが加速したのです。その結果、地球は情報網を通じて宇宙規模でつながり、人類の意識は一気に拡大しました。しかし同時に、この進化には光と影が存在します。光の側面は知識の共有、地球規模のつながり、意識の拡大です。影の側面は情報操作、監視社会、テクノロジー依存、格差の拡大です。GAFAM のような巨大企業はその象徴でもあります。外からもたらされた技術をどう使うかは私たち自身の選択に委ねられているのです。バリア解除の流れが本格的に始まった今、魂はこれまで以上に自由を得ています。かつては地球に縛られていた魂も今は他の星への転生を選びやすくなってきているのです。プレアデスに向かえば愛と調和の文明を体験できます。シリウスを選べば英知や精神性を深める学びに入ることができます。アルクトゥルスではヒーリングやエネルギー技術を探求し、ベガでは芸術や精神の表現を広げる体験を得られるかもしれません。一方で、地球に残る選択をする魂も多く存在します。地球は今、次元上昇の真っ只中にあり、この大きな転換期を体験したいと望む魂がいるからです。困難を越えながら愛を体現する、その挑戦こそが貴重な経験となるのです。日常で感じる直感の変化や価値観の転換は、この宇宙的な流れとつながっています。違和感を覚える人間関係や、急に惹かれる新しい道は、魂が新しい選択を始めているサインかもしれません。ロズウェル事件は、地球の隔離が解け始めたことを示す象徴でした。その後の IT 革命や GAFAM の台頭は、バリア解除の物質的な現れとも言えます。そして今、私たちは、その延長線上に生きています。輪廻の枠が外れ、魂に自由な選択が戻った時代を迎えているのです。私自身も、今では、ネットがない生活は考えられなくなりました。仕事も、人とのやりとりも、オンラインが中心で、旅行に行くときも、Google マップがなければ、目的地にたどり着くのは難しいと感じます。それほどまでに、テクノロジーは日常の一部になり、当たり前のように私たちをつないでいます。この状況は、まるでテレパシーで通じ合える星に近づいているような感覚にも思えます。誰もが瞬時に情報を共有し、距離を超えて
心をつなぐロズウェル事件から始まったと言われる技術の進化が、こうして私たちの生活を形作り、魂の世界で語られるつながりの文明に少しずつ近づいているのかもしれません。もしあなたがテクノロジーの進化やロズウェル事件、そして魂の自由な選択について何か感じたことがあれば、ぜひ教えてください。あなたの気づきがきっと誰かのヒントになると思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。